影開始で後戻りができないのに、皆様こんにちは。 YouTube クラシック音楽道場ご覧いただきありがとうございます。またまた大変な曲の、を手掛けることに覚悟を決めて今撮影開始ボタンを押したところです。ヨハン・セバスチアン・バッハの、ピアノ学習者のね我々、皆さんにとってとても大事な、曲と言われております。シンフォニア3世のねシンフォニアと呼ばれる、あれなんで題名が違うんでしょう。なんでファンタジアなんでしょう。その説明はまた後ほどすると思いますが、まあ題名にもあります通り、はい、インベンションっていう2世にインベンションがあるとね、それもまだね15曲解説終わってないのですが、でもその15曲ね終わってからシンフォニア順番通りっていうとね、もういつに時間がいつまでかかるか、いつ手がつけられるかわからないので、ちょっと、同時進行というかな、もうやってしまおうと思った時にこちらの曲も手がけてみようと思います。楽譜見ててシンフォニアの1番だっていうことがわかりますか？音を早速出してみましょう。これですね。今ね3段一気に弾いてしまったんですけれど、なんかこの曲はループができる、転調してない。後で言いたいことはたくさんあるんですけれど、早速和声解析ということでしていきましょう。もちろんこの曲はラシドレミファソソドの音がねから始まって、この左手の見えてますかね、この音が第1音主音となる長調ツェドゥア波長調ということで、よろしいかと思います。こういうふうに、ね、一緒にどうぞね、こう書き込み、私さっさっと書いていきますけども、一個ずつ実はね丁寧にドンピシャの場所に書いていってるつもりですので、説明概要欄の忘れてた概要欄ですね、私の動画は長くなるので、下のこれか概要欄に、目次キャプションないし、正式名はねタイムスタンプっていうらしいですけど、何分何秒のところに、で何小節目のどんな説明をしてるっていうのが後で、これ作るの大変なんですけれど頑張ってね、目次キャプション、作っておきますので、タイムスタンプですね、そちらもどうぞご利用ください。はい、その案内しなきゃいけなかった。というわけで、セードゥアノラシドレミファソソ、ごめんなさい。ね、ここまでで一つのテーマが、右手のこの16分音符がこの曲のテーマ。これだけね1小節丸々長いメロディーなので、テーマっていう風に言ってしまっていいでしょう。ソラシドレミファソファソラファラソファミ、この左手なんか見ると、おしまいという、またこのドの主音の音でねフレーズが終わっている。ラシドシドって音は同音主音っていう風に、そういう音楽の力が、進むべき方向に沿っておしまいという風に綺麗に、もう最初の1小節で、ちゃんと波長調ツェドゥアの音楽だよということが提示されているというふうに言っていいかな。なのでおしまい、こういう主音で終わっている、フレーズを私は全終詞とこのように書いてみて、その前にねこのデクレッシェンドマークをこうだいたいこれぐらいの距離でいいんじゃないかなって今スッと、思って書いてますが、波長調であるということがわかるかな。メロディーの減衰の仕方は今から考えるのですが、さてここで面白いのが、どれも登っていって降りていく。
もう一気に1オクターブね、登っていく。まあ、盛り上がってると言っていいですよね。ここにクレッシェンドマークをね、これから書いていきたいと思いますけれど、和声の持つ力という意味で、246和声解析法というものを、当クラシック音楽道場では、ですね、そこにすごく大きな特徴があるのかな。登っていくのがクレッシェンドっていうのはもちろん、その後のこの上の方でね、ソファソラファラソファミ、すごくね歌い込みたい、この高いところでぐる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 回ってるこの音が246として数え、探していきますとですよ、レミファソドの音が第1音主音だとすると、ドレミファの音というのが第4音になる。ソファ、ここに第4音がある。ファソラが第6音というふうに。で、ファが4音で、ラソファ。このあたりですね。ちょっとこんな書き方しか、こんな書き方になっちゃったけど、全部この裏拍というのかな。3拍目の裏から4音6、4。この4拍目ですね。4拍子となるので、とにかくこの辺りには46の音がね、いっぱい現れる。この246の音たちの音楽的な盛り上がり、抑揚という音楽性があるということを書き出すのに、だからどうしたらいいかな。ファの音の前にクレッシェンド、ラの音の前にも6の音も大事にする。4の音も大事にする。6の音も大事にして、ラソファミと最後は降りてくる。細かくいろいろ書いたけどここら辺一体が非常に盛り上がりのある、すごく歌い込むバッハのカンタービレっていうのかな。バッハは2世のインベンションやこの3世のシンフォニア、はいをね、このカンタービレを習得するために、っていう言葉を序文で書いていたりもしますので、ちょっと今日それ長く言いませんか。これぞバッハのカンタービレ、よく歌い込むというその音楽性が書き表せたのではないかと思います。すると始まり盛り上がって2音と6をいっぱい感じて、もう2小節目になるわけなんですね。で、ここで考えなきゃいけないのがですね、この登っていってこの2小節目早速いきますので、レミファソラシドレドミレド、このドの音なんですけど、ドレミファソラシド、どうやって書けばいいかな。ミレミファソラシド、よし、面白いぞ。やっぱりドの音が第一音だとしてですよね、ゼードゥアの第一音で、ここ面白いな。今分かったのがこのファソラシ、これこそ平行8度になっちゃうから、こんな動きはありえないわけで、これ同音主音って動いていた音のはずですよね。この同音がでも下がるということは、これはもう同音という機能を失っていて転調しているというふうに言っていいかな。もう先走ってどんどんいっちゃいますが、バッハの音楽というのはこのセードゥアで始まるとドの音が主音だったら5度上の続調に転調するという、非常にバッハの定めたもう9割方の曲がそういう転調するんじゃないかとね言われる続調転調。ドレミファソルドレミファソラシド、このソという音が主音になるソラシドレミファソ、続調への転調、見えてるかな。はい、続調転調するというバッハの常識をですね、ちょっと先に
先に考えさせてください。で、はいはい、ね、同音が降りてるっていうことは、なんだっけ、もうね、セードゥアの同音じゃないと。これはもうゲードゥアであると。すると、左手から考えると、ラソラ。この降りていった先のラの音がゲードゥアの第2音になるんです、これ。だから、ね、同音主音と減衰するんじゃなくて、いよいよ転調なんだよ。ラソラおし、これが第5音で、次に、まだ見えますよね。第1音なんと、ゲードゥアでおしまいというふうに、これ、その音が主音ですね。ここに、こういう前終詞の落ち着き。で、ゲードゥアというのも2段目書いてみましょう。ここは転調というふうに早速考えていきたく思います。で、おしまいという、ね、デクレッシェンドを両方書いておくとね、いいなと思うんです。ね、ここも絶対書いておく必要があるんです。おしまいになるぞっていう、音楽性をね、しっかりここで見ておかないと、狙っておかなきゃいけないので、まあこれぐらいの長さでいいかなと。書き写す方はね、どうぞどうぞこの斜めの角度からね、もう長年の私の、訓練でですね、もうとっさにこの角度、この減衰の角度っていうのも音楽性に沿って、この今ね、シーラーってちょっと斜め下にしてるようなクレッシェンドやデクレッシェンドの書き方、どうぞね、丁寧に見てみてください。YouTube の巻き戻し機能や一時停止を使って、本当にね、私のどの動画もね、実は結構こう雑にザザッと書いているように見えて、とても気をつけて書いているつもりなので、いっぱい見返してみてください。チャンネル登録をね、していただくと、いろいろ、余さず見れるでしょうか。あとはグッドボタンと、あとはメンバー登録していただけますと、引っ込めちゃった動画とかね、いろいろお隠れ動画もたくさん見れるようになってますので、どうぞご検討くださいませ。ですね。ご案内のついでに、だからこの246ですね、これで、そっか、まだだ。もう一度後にしよう。左手が先にできちゃったな。2小節目のもう転調してる。おしまい。右手もファシャープが同音。ファソとドンシュ音と前終詞したり、ドミレドシっていう、このアルトの声部って言っていいかな。ソプラノがいて、3声なのでね、ソプラノがいて、まあ一番下にいるのはバスと。まああえて声部の名前をつけると、まあアルトってことでいいか、3声目。ここでアルトが出てくるよということで、アルトもドミレドシ、ここでまあおしまいになっているように感じていいと思います。両手ともね、ゲードゥアで終わる。で、またファのナチュラルがあるから、きっとセードゥアに戻るんでしょう。もうね、先に書いちゃいますね。ごめんなさい。ファシャープがなくなるっていうことは、これですね。ゲードゥアの同音主音というね、すごく大事な、やっぱ同音ってすごい大事なんです。だからその臨時記号を見つけるだけで、きっと転調してるんじゃないかなと、そういうふうに考えることができます。だからそれが消えたってことは、やっぱりね、セードアの音に聞こえると思うので、もう先に書いておきますね。で、最後に2小節目の、セードアだったのが転調して、この音なんですね。転調するとこのドーっていう音は1234、なんとですね、ゲードゥアにとっては第4音となる。ドレミファソラシド、どうしようかな、この辺りからのクレッシェンドでいいにしようかな。このね、セードゥアから途中から転調していっ
てドシドだからね、ドシドレドミレドシレド、この場合はちょうど3拍目で4拍目ではい、4シドレドミレド、このね246のサブドミナント系の音が絵の盛り上がりをもうこうやって書いてるわけですね。これを感じてそして前習していくというこれが当クラシック音楽道場の和声解析でございます。しかもそれは実用和声解析とね、偉そうに言ってみたりして、ただこうね、和声の勉強してるだけじゃない、それを演奏に生かすという実際の表情豊かなバッハのカンタービレの音楽としてそうやってこう書き表しているつもりです。皆様のですね概要欄に、あると思うんですけれど、皆様もねピアノを弾かれたり、あるいは他の楽器の方でも大歓迎なんですけれど、実際自分の演奏している曲があって、本番が控えてたりして、和声を勉強したい、自分の弾く曲の和声をね、この動画も隅から隅まで最初から終わりまで絶対やります。自分の曲でもそれを知りたいっていう方、どうぞお声掛けください。一緒にその単発レッスン、短期集中型和声解析レッスンっていう名前で一つですね、項目をレッスンの型を作りましたのでね、どうぞお問いご利用ご用命くださいませ。これも大事な案内になりますのでね、これが実用和声解析です。盛り上がって4と6を感じて前習詞からの転調して2と4でまた前習詞してトニカを感じながら、これも4サブドミナントでおしまいからの2の音で前習詞するということになるんですけれど、今まあね、これを撮るためにね、長らくこのシンフォニアもね、シンフォニアもちょこちょこ練習してきてるので、なんだっけ、3小節目先に行きますよ。するとこのですね、ファレファですね、もういきなりのにツェドゥアにポン変わる。そしたらレとファの音は第2音と第4音ということになって、前習詞の後トンとこの音をね大事にしてあげましょう。で面白いのがこのタイの音符ですね。新しい話をします。このタイわかりますね。このアルトの声部にあるタイの音って、これバッハのとても大好きと言われる渓流音と呼ばれる非常に魅力的な不協音、このぶつかるわけなんですね。でこのドの音もまた伸びてて、その先で2度でぶつかる。このシとレの音も伸びていて、ここもね左手とレの音がぶつかるという、この不協和音の魅力を感じてこそバッハの音楽の最高のに甘美な音楽性が現れる、もう奥義でございます。もう超有料級情報を、じゃんじゃん出します。でもこれ難しいんです。すごく難しいのけど、もうなんていうのかな、もう立派な音楽家としてこの不協和音の魅力が分かってこそね、立派な大人の音楽家って言っていいのかな。非常に高いレベルでの音楽性、これがその渓流音をね書き出す方法を、見えるのかな、こうすると見えるかな、こすると消える蛍光ペン、日本には便利なものがありまして、間違って書いた時にはね消せるんですけど、でもね間違いない9割方レが伸びてる先でミとぶつかる。この黄色ちょっと見えるのかな、黄色微妙に見えるかな、
でドで伸びてる音で、その先でレとぶつかる。シレとこうタイよね。タイの音です。これを軽粒音と言います。よく覚えておいてください。でレとミで左手でこうぶつかる。こう考えていいんじゃないかな。先書いちゃいますよね。ここまで1段目は軽粒音ないんだ。レミレでドとレがぶつかる。レが伸びてね、やっぱりまあ今聞こえにくかったら今の巻き戻しして聞いてください。時間省略で巻き戻しでね、レの音が伸びてて下のミとぶつかる。ドの音が伸びててレとぶつかる。下のレの音は長く伸びた先でレとミっていう風にぶつかってるんです。でソの音、これはねぶつかってないんだな。だからここは黄色は使わないようにします。そこまでね、全部のもうやたらめったらこの黄色を全部書くつもりは、書き出すつもりはないんです。そしてね、もうこの仕事のついでに先書いちゃいますね。そうここです今。ドワンニゴロレはミと、これはぶつかっていない。ミとミとファがぶつかってるかな。ラとシがぶつかる。ソとラは見えてるかな。というわけでこの先もあるので書いていきますね。軽粒音を先に。皆様もねこの黄色いペンをご購入検討してください。間違って書いた時消せるようにフリクションがいいです。ドとレの7度、レとミっていうバスですね。遠いけど一応ね7度ってことにしようかな。ミというソプラノともうねグリグリ書きたくなる。ラの音とシソとラが伸びて見えてるかな。よいしょ。もう一息した。ちょっと後でもっと見やすいようにしますね。ラが伸びてる間にラシってバスとぶつかる。でシとノって2をね、なんだこりゃ、2度でぶつかる。シとド、はい、これでですね、左側のページの軽粒音をパチッ、はい、全部ね書き終わったはずなんです。ここからミゴってレレニゴってニゴってニゴニゴニゴってはい、これで軽粒音の説明ができたかな。お客様もたくさん聞いてくださってる、ありがとうございます。したんでインスタライブをしながらのお客様がいらしてくださってるんですよ。さて次の話、ですね、そろそろ種明かしをしないと音がね皆様の楽譜と違うと思います。5小節目、シドレじゃないですよね。あとこのトリラプララって私は言うんですけど、これも多分ついてないんですよね。あと下のここも9小節目、ルファソラね、ここ8分音符じゃないですよね。でそこで出てくるのはまあもう見せちゃいますけど、やっぱねバッハはベーレンライター版が原点版の非常に権威があるというかね、すごく丁寧に行き届いている、いい楽譜なんです。ベーレンライターさんのインベンションですね。皆様の楽譜もこうなってる。ちょっとごちゃごちゃで申し訳ないけど5小節ね、
プララもないくて、フィラシドレシトロロですよね。ここは最後はラシラシトリラおしまいとかなってるかな。あ、シドシーラ、あれこれはあるんだ。プララ。そうか。で、全然違うのか。急所説明。レルファソラファレ。全然でもないんだよな。ファソラファレ。間に1個音がね、埋まっただけなんです。わかります？面白くないですか？で、こちらが、よし。これが、じゃん。両方見えたかな。シンフォニア。我々のよく知るシンフォニアで、なんでこっちの楽譜がファンタジアってなってたかというと、どう見ればいいのかな。こちらも同じくベーレンライト私買ってるんだな。見えるかな。クラビア・ビュシュライン für Wilhelm Friedemann Bach。はい。バッハとしか書いてないからな。こっちのが見えやすいな。パパ、ヨハン・セバスチャン・バッハですね。パパって先に言っちゃった。の長男、ヴィルヘルム・フリーデマン君のために、クラビア・ビュヒラインっていうのは、クラビア、小さな本。クラビア、音楽聴歌だからっていうふうに日本語で訳されてるかな。で、そう、長男のね、可愛い長男のために一生懸命、これが、そのコピーっていうのかな、その表紙になるんですけど、見えます？クラビアル・ビュヒラインってね、バッハが書いたのかな、お父さんが。それとも息子が自分で書いたのか。誰が書いたんでしょうね、これね。誰だ、子供の字かな。この C がちょっとね、あまり綺麗に書けてないのが、なんかどうも大人じゃない気がしたんですけど、まあ、一緒にですね、勉強したわけですね。それが、まあ、ざっとこれだけの分量、今逆向きになってるけど、100ページぐらいきっとあるんじゃないかな。で、その中のもう後ろの方、最後です。最後に出てくるのが三世のシンフォニアの原型となったという言い方をしてよろしいでしょうか。こちらね、その中に入ってるんです。この三世のシンフォニアがファンタジアという名前でね、ファンタジア1番、3っていうのはこれは三世ですね。3つの声、あれ消えた、書くもの消えた。あった、3声。こう書いとけば日本の方々にはね見えやすいですよね。3声、1番、3声。はい、これがこの本の正体でした。というわけで、ね、シンフォニアになるちょっと前の状態ということで、音が微妙に違っております。順調に、早めに進んでるな。まだ30分経ってない。早かったら巻き戻し機能一時停止。いや、概要欄の、タイムスタンプ使ってどうぞ勉強していきましょう。3段目いきますね。1段目から弾きましょうか。実用和声4と6で全終止転調して4と2全終止2で軽流音軽流音書くことでこれがぶつかってるというこの気持ちよさを感じながら、プラス246の和声感というものも書き出していきましょう。このね2と4の音で、ドは第1音でレ、ここにねソプラノにレ3拍目に第2音があるので、これをちょっと大事にドとレがぶつかってレミファレ、このレの音も後でぶつかるのでね、このレファレ、この2の音もレミファ、ちょっとやっぱり大事に弾いておくと後で濁りやすいと思います。そう、軽流音とこの246のこのこう大事に感じ込むって
もう字幕もね、この動画私全部作るつもりですけど、変な日本語漢字込むなんてね、 YouTube は勝手に字幕作ってくれるかしら。まあまあですね。ソラシドレミファソファソラファラソ、よし、できた。あとは左手のソラシドレミファソと、まあ長いクレッシェンドだなこれ。ここはこれぐらい書いていいかな。ソファーが4音、ファの音がサソラがあって、ファもラも、これは冒頭の一小節目と同じですね。ファラ、どうしようかな。ファソラが歌い込んでミラコラソファミと、まあミっていうのは第3音、もうトニカの和声固有音っていう言い方していいかな。もうとても落ち着いているトニカ、手話音にしか現れない音なんです、第3音というのは。なのでちょっと落ち着いてる、落ち着きながら降りていきながら、ソファ降り切った音が第4音なんです。ミソファミラシラ、まあこれぐらいに2拍目からにしとこうかな。これぐらいかな。第4音に向かって。で、ついでに、シラ。ね、このレドシラって歌わなきゃダメか。この、大丈夫かな。ラは第6音。アルトもこう盛り上がっていくわけです。もう一個今忘れた。ミー。このタイがなかったので私思わず忘れちゃったけど、不転四分音符で降りて伸びてる音は下の音とぶつかってる。鉛筆で書いちゃうとね、その後で書くと汚れちゃうので、経理音はね、見つけたら先に黄色いペンで書いた方が綺麗に書けます。わかります？ここちょっと汚れちゃった。まあまあしょうがない。後から見つかることもあります。246がね、このミファ折り返しの時はこういう時の4っていうのはそこまでやらなくていいかな。でもファソファレミファファソファミレミ、ここもあるんだよな。4もう本当にちゃんとやろう。ファソファミファも4音が出る、おしまい全終始というさっと書いてますが、ちょっとこの後ろカメラの向きが変わっちゃったんだなこれと。よいしょ。はい、こんなもんで綺麗かな。レミファミおしまいと。でツェドゥアですね。どんどん書いていきますけど、3段目に入りましたけど、ソラシドレミファソファソラ、これ今書いちゃいますけど、ミファソ、このトニカのあたりから盛り上がっファ464 46でおしまい、同じパターンなのでね、今さっと書いちゃいましたけど、テーマのテーマの抑揚がツェードゥアのままですね。見えてるかな。はい、あと246を書き残してるのは2レが第2音か。この2音もタイになるからね、タイの経理音なので歌っとくといいでしょ。ミレラ、このラの音も第6音なんだよな。246をこう書き出すとね、いろんな抑揚がこう見えてくるのがわかりますか。先行きますよ。5小節目になるとこの2分音符のね第2音はすごく、これは今濃い筆圧で書いちゃったんですけど、濃くね、しっかり長くドンと親指でね弾きやすい音ですし、後で音出しますのでまとめて、
246ドレミラシラシミラ、ポンと降りてきた6小節目の3拍目の音なんてミラーってこうね、下向きのクレッシェンド見えます？ラシラシってこれをね、感じてあげる。ドシラソファソファミファーってね、感じてあげるといいな。ラシラシファソファミアで、どうしたらいいかな、ラリラリラリ、ここがね、サブドミナント。この246系だとすると、ドシレ、ここはソシレファーというドミナントというね、和声感になって、トリラおしまいという全体的な全終止というふうにね、なっていくわけなんですね。ここで7小節目で、ちょっと見えにくいか。おしまいという右手がまず書きやすいかな。ファおしまい、ファおしまい。この左手のファレミファミというアルトのセーブも、アルトというかもうテノールだな。まあいいや、真ん中のセーブ。これで一気に246をね、そうだからドミナント、ここでおしまいだから、ここにあるレファノートは私は今、ここはもうね、もう落ち着きということで2と4の音ですけど、強く書かない。降りておしまいっていう音楽性になるということで、どうでしょう。ここからいきますよ。2点0と2と4と6、2の0の音伸ばして、テーマレが伸びていて、でにおしまい、こんな抑揚になるわけです。いかがでしょうかね。ペース早かったら、もう一回聞き直したかったりしたら、どうぞ巻き戻しとかをね、使ってください。で、この曲、ほんと不思議なのは不思議なんです。バッハなのに、ここで続調転調、下1段目で、ここでゲードゥア出てきたけど、すぐ3小節目でツェドゥア。その後ずっとツェドゥアのまま、続調転調しないで、ここまでね、ここ、7小節目も、これ、見えてますよね。ツェドゥアなんですよ。これ、すごい不思議。この、最初はもうゲードゥアに転調して、ゲードゥアのカデンツ。こういうのカデンツっていう風に言えますね。ラシラシラリラリランっていう。サブドミナント、ドミナントでおしまいというのをカデンツという風に言います。カデンツっていうのはですね、カデーレっていう言葉から派生してる言葉みたいで、カデーレってどういう意味かっていうと、落ちるですって。なので、それを名詞化するとカデンツになるのかな。すなわち、落ち着き。まるで落語のオチがつくみたいね。とても、はい、オチがついたようで、頃合いもよくありがとうございましたみたいなカデンツと言います、これを。で、とにかく続調じゃなくて主調のまま。これがね、バッハあるまじきなんです。主調のまま。これはね、ほんと珍しいと。私しつこいけど、めったにないのでね、何度でも言っちゃう。そう、普通は続調に転調するんですって強く思っててください。すると、へえ、ここはツェドゥアのままなんだと。おしまい、そして、どうしようかな。このやっぱりファシャープが、見えると思いますが、もうね、ここでいよいよ、どうしよう、ゲードゥアへの転調っていうのかな。やっとね、このカデンツの後にゲードゥア転調します。
そこで面白いのは、どこにゲードゥアって書くかっていうと、私が考えたのは、もうこの1拍目の裏あたりで、ここら辺でゲードゥアってもう続調転調考えておくと便利なことがある。するとドの音が、この音が1234第4音としてですね、トンってね、イ音としての、間違えた、渓流音ってその先ぶつかっていくので、その歌い込みっていうものをですね、はい、兼ねてしまうと転調であり、もうこのドっていうのは、ね、同じドでもセードゥアの第1音だったものは一瞬にしてゲードゥアの同じドでも、第4音というふうに、変わっている。一瞬にして、これがもうね、クラシック音楽の転調の妙義ですね。おしまい。もう残念、ごめんなさい。このファーで同音で終わって同音が伸びていって急風になるから、このアルトには今日初めて書いたかな、今日初めてかも、ドミナント、どこへ行くんだろうっていう音楽性のドミナントレファラドというのは属七というふうにな和声というふうに書き出すことができますが、属七で、フレーズが終わっていると言っていいでしょう。ここに休符があるから、あれどこへ行くんだろうというこの半終止、あえてね四角にしないで、この左側の線をなくすことで中途半端な半終止という、こういう書き方をするように私は、しております。これ四角にしちゃうとね、前だったり半だったり前だったり半だったりがね、見えなくなっちゃうんですね。だからあえてこの左側の線を書かないのが、ボケ開けちゃったかな、おすすめです。はいはい、転調します。どこ行くんだろう。そのまま、これは9小節もゲードゥアンのままっていうふうに言って良さそうですね。246を探していきましょう。ミレドシラソファ、ここなんだな。8小節目、このファーソ、これは同音なんです。同音って主音へ行くべき音なのに、同音が主音へ行かずに6へ行く。あれ、これここをですね、こういう音楽性をあれ6へ行っちゃう。ドミナントレファラーっていう D メジャーっていう、今日コードネームあんま書かなかったな。レファラーって音がソシレっていう、トニカへ行かずに6の和音へ行くことを偽終止と言います。偽の終止と書いて、これはですね、この半周ドミナント、あれどこ行くんだろうと思いきやあららら、左手は6の音へ行く。これ偽終止を感じる、とても面白い瞬間です。この1番のシンフォニアって結構偽終止がね、後で最後面白いことが起こるので楽しみにしていただきたいんですけど、偽終止多いんですよこれ。はい。で、シドレミ、ミの音は第6音ですね。だから登っていって、シドレミ、ソドシドの音が第4音、アルトもソドシド、こんなもんでいいかな。この長くシド登っていくクレッシェンド、ソドシド、くるくるっと回りながらの、あんまり差がないか、ちょっとちっちゃめ。こんなクレッシェンドの書き方ってどうかなと。ラの音、これ大事。第2音ですね。ラ、一気にドンと。はいはい、歌い込んであげて、そして、ミファソラファレ、もうどっちでもいいです。普通は
シンフォニアのファソラファレっていうふうに弾いていただいていいでしょう。この2分音符が第2音。9小節目ですね。このラの音がすごく大事になるかな。ラレ。右手だけ見ちゃうかな。ファソラファレ。だからね、ここからファソラーってここで止まると、この第2音ラーって結構歌いたくなるのかもしれないけど、ファソラファレってここに1個音足すことでまろやかになって、そんなに歌い込まなくていいかな。で、ドシラソソラシミファミファ。これもさっきね、あったパターンなんですけど、どこだっけここ見えてるか。ドレミラシラシ。ね、5度下がって6音。ソラシミファミファ。同じダリラリラララララ。おしまい。このおしまいですね。本当におしまいかな。後でやりますけど。ソラシミ第6音。で、左手がね、降りてきて、ファソファミファレミファ第4音だったら。ソファミレドレドシド。はい。これが降りてきての第4音。ファミレ、こう順番に降りてきながら、はい。同じような書き方ができたかな。タソファソファソファ。ぜひね、トリラっていうのは上の音から。ドミナント、ロロロロ、おしまい。ね、この上の音だけ弾くとおしまいに聞こえません？でも下にはこのミの第6音がいるんです。ここもです。なので、終わりだよって見えてるのに下に6の音がある。これもまた義手詞なんかね、結構しょっちゅう出てきてるんです。ソネオロザファイ義手詞して4の音に降りていく。こんなもんかな。こういう音階の最中の246とかはもう書かないで、この要所要所感じるべき246を書いていっているつもりです。一気に書いたぞ。6小節目から弾いてみますね。ルロロロレ SD おしまいで天井義手詞、そして2段でまた義手詞したいということでいかがでしょうか。インスタライブがなんかいっぱい来てくださってる。ありがとうございます。はい、お客さんも聞いてくださってる。この曲ほんとこの246とね、渓流音どんどん書けると思うので、どんどん進めていかせてください。 YouTube クラシック音楽道場、今はっきりここに見えましたね。チャンネル登録、グッド、高評価とどうぞよろしくお願いします。ピラッとこれで後ろ髪ちょっとここら辺ぼやけてるかもしれませんが、ごめんなさいね。見えるのかな。このファシャープがあるからまだゲードは都庁長のままです。ちょっと見えにくいですね。ロゼラララネルルね、ゲードはですね。なんか変わっていきますね。ちょっと単調レファラファラレ、もうね先書いちゃいますけど、レファラという音がレの音が主音になっている単調 D モールへとね、もう13小節目
のこの2段目なんですけれど、ここにはね書いちゃっていいと思います。デーモールなんだっていうことを。でどこからデーモールかっていうと、このファのナチュラルがあったりシのフラットがあったり、ここでもうねレミファソラシラソファミレレドシラソファミレ、これが転調ということになりますね。レミファミ、このレミファレの音、11小節目3拍目の裏のあたり、もうここでねデーモールってもう転調を書いてしまいましょう。ラシレファラのドミナントからファソラシとに変えとね、このゲードゥアの落ち着きを感じ、ちょっと書き出してみようかな。ゲードゥアです。でも突如レミファミミ、デーモールのどこ行くんだろうっていう音楽性、ミが第2音になる。レミファミは第2音になって、ソラソファソミソラマイカソミファソド、ここで大きな跳躍があって、このバスの声部、どこへ行くんだろう、同音で終わってるフレーズっていうふうにここは感じ取ってあげることができる。ここに反芻した。もう一個はどこ行くんだろう、もう一瞬のことで、ここはもう反復音でね、ミとミと一瞬で弾き直さなきゃいけないんですけど、このアルトの成分もここにもやっぱ反芻詞っていうのを感じる。いやもう全体的にだな、ここはもうソラハテナミファソラシドレミレミファミセラあれ、もうデーモールのメロディーとしてね、聞こえてきますね。ミファソラシドレミファソラシドレミ、どうしようかな、ちょっと2拍のクレッシェンドは多いな。ミラシドレミのとか2音で2あれ、ミレミファミソファミレ、本当はミレミレファミソファミレミファソラシドレミレミソファミレミレミファミ、本当はそうですね。ミファミシラソ、ここってシーって第6音にドンとね、ミシラソファ、結構高く飛んでるんですね。私あんま気づいてなかったかも。見えにくいかな、ごめんなさい、ぼやけてるかな、ご容赦ください。無理だ、ちょっとこんな246を書き出せるんだな。タイの音はこれ実は経理音ではなくてぶつかってないのでなんです。ミソシなのでここは今タイの音は書きませんね。246の話だな。転調して右手ので左手がラ、ここも第5音っていうドミナントっていう種類の音に聞こえる。第5音でフレーズが終わっているドミナント、反芻詞。ソラハテナ、またハテナをそうまい、このソがここでぶつかってる音があるけど4の音、みよしま、でもなれるんだるるるるバッハすごいことしますね。シナチュラルとシフラット、これすごくないですか？いやだけどな、ちょっときつすぎるな。このシをだからミレミファミセラミレミファミセラソラ、もうジャズみたいなブルーノートみたいなね、
そんな状態になってしまう。うわ、すごいな。わかります？うわでもな書いてみよう。もう本当にこれもう録音で、こっちは矢印かっこ矢印上の高い録音、こっちは矢印下の低い録音。バッハでもこういう凄まじいジャズみたいなことが起こるんです。すごい大事ですね。まさかだけど、これ黄金分割かもしれない。後で計算しよう。それともインスタライブの方手伝ってもらえますか。21小節のこの曲に、ね、全部で21小節ありますに 0.618 という、魔法の数字黄金分割をかけていただくと12足す13小節、この辺りなんだな多分今ざっとに黄金分割っていうことで、黄金比、一番大事なこの曲のへそとなる部分がね現れるはずなんです。私今電卓使えないので、自分暗算すればいいんだけどちょっと面倒なので、12足すあれ 12.6、 ここじゃないですか多分。黄金分割、これ私今初めて気づいたんだけど、このシナチュラルシフラットのすごい大事な、インパクトのある場所かもしれない。多分そうなんでしょう。するとここでね、おしまい、ここが黄金分割の一番大事な場所だとすると、ここ左手はねおしまいっていう風になるんですけど、これは黄金比として大事な凄まじい大事な音楽性だとしたら、減衰はあまりしなくていいような気がする。そんな風に曲全体のね黄金比としても捉えてみたく思います。大変な話になっちゃった。ごめんなさい。今気づいちゃった。これが合ってることを願います。誰か計算してくださってる？残念。いいや。はい。こんなもんかな。11小節天井してそれて先へ行きましょう。ここでファラドというね、F ドゥアの音が聞こえるんです。なのでドレミファソラシドレミファソラシド、こう長いクレッシェンドでいいかな。ド C F ドゥアの4音646おしまい全終しというね、ここにおっとぼやけた、大丈夫かな。はい、ここにF ドゥアの全終止がね見えると思うんです。ドシドレシレドシラで、でソラシドレミソラシドレミファソファソラ646おしまい。メロディーが見えちゃったから今書いちゃいましたけど、すぐさまね F ドゥアだったものが F ドゥアの全終止したと思いきやのいきなりの
間違えた。いきなりの、よいしょ。セードゥアへ戻ってるというふうにも言ってみていいでしょう。ちょっと先に書いちゃいましたね。はいはい。セードゥアへ戻っていくわけですね。なんでここ F って今言い始めたか、ここが難しいんですよ。すごく。この14小節と、14小節のコードネーム、和声解析はね、後ろからこう逆に遡って考えるっていうとよくてですね。F ドゥアで、その前がここなんです。ここのことだな。これを説明すればいいんだ。14小節、間違えた。13小節の4拍目がレファラドという D7 という音になって、そうシよそうシレの G マイナー。これはまるでゲーモールに転調しているように見えるんです。だけどここが難しいのが、ゲーモールへのここですね。ここのまだこの辺りはデーモールミレミファソラシドレミ、すごい難しいな。転調したと思いきやすぐに F ドゥアに、じゃあまたここでがすぐ難しいな。ここで F ドゥアにパッてねなってるのかと。こんなにコロコロ一瞬で転調するのかどうか、これをすごく悩んだんですが、ここはですね別の考え方があるんです。転調ではなくて、この G マイナーというこのソシレの和音っていうのがですね、デーモールから数えると、これはヨドの和音ということに、実はね、この両角付き括弧で書くと、これはヨドの和音というつもりで私は書いております。ヨドすると、このヨドへ、こっちか、ヨドへ行くためのヨドへ行くためのドミナントということで、こういうのをヨド調の5度という、こういう日本式の和声の書き方をここではね私はしたいと思いますが、なんとゲーモールにね、こう落ち着く、ドミナントから見えてるかな、ドミナントからトニカに落ち着くのではなくて、ここはまだですね、この淀へと盛り上がっていく、淀として捉えることがいいのかなと。ゲーモールっていうのはフラット2つで、セードゥアーのこの曲からして2つの調合がつくのはちょっと遠いんです。デーモールはフラット1つ、F ドゥアーっていうのはフラット1つ、ね、このデーモール F ドゥアーは平行調ですので、デーモールから F ドゥアーに転調するっていう考え方の方が近いんです。デーモールからゲーモールへ転調して F ドゥアーに行く。これとはフラット1個増えちゃうんです。なのでゲーモールと考えずに、これはデーモールのヨドと考える。そしてそれはすぐさまイコール F ドゥアとして考えたときには、だからこのシレ、この、F ドゥアとして考えたときに、ソの音は第2音になる。ここは F ドゥアのちょっとね横に書けばいいのに、この瞬間がヨドであり、デーモールのヨドであり、F ドゥアの2度でもあるというエンハーモニック転調を瞬時にしていると。ここはねゲーモールへ落ち着くのではないというふうに捉えるのがいいと、私は解析してみました。いやー大変、やっぱ上から見えた方がいいな。
長してどこ行くんだろうな。さらにヨドとこれも音足りないんじゃないかな。はいはいはい。いやー難しいな。あとは今の場所は難しかった。転調なのか淀調の音なのか、それをね調べるのは非常に難しい。黒帯2段の和声と言えます。大変。今ので体力一気に使った。黄色のペンの出番。ファー14小節ですね。今まであんまねなかったんだな。ファーがそうとかどの音ともぶつかってるな。これはファーミの音がね7度レの音がミにぶつかる。ここはもうね音数少ないしぶつかってないんだよな。というわけでミがファと7度でぶつかる。レがミでぶつかる。これは黄色書かなくていいかな。ここも書かなくていいかな。先に書いちゃおう。だいぶ早いペースで進めておりますが、早かったり分かりにくかったら巻き戻し機能を使って見直してみたりしてください。これで全部映るかな。ちょっとぼやけてるな。タイの音ですね。17小節。ラーとセがぶつかる。ソーとラがぶつかる。これはこの2度でぶつかるパターンは今までよく出てきてたのでですね。ファーの音が伸びていて、ソーとバスと7度でぶつかる。ソーの2分音符が伸びていて、ラーとぶつかる。18小節ですね。ラー、4拍目のアルトのラーはシと左手とシとぶつかる。レの音はミとぶつかる。ドがレでぶつかる。レの2分音符は伸びていた先でレとミでぶつかる。ミレドどうしよう。ドは2分音符で伸びてる間にドレミファソ、ここのはい、左手と7度になるんじゃないかな。ここから始まったのかな。これが渓流音ですね。見えてるところからやろう言いましょうか。ぶつかる微妙ですけど画面間違えちゃった濁って最後音が違うんです。このファンタジア初期のねヴィルヘルム・フリーデマン・バッハの音楽帳に書かれているシンフォニアの楽譜とこれ違うはずです。面白いですよね。この最後違うの。もう言っちゃったから。この最後隣に今シンフォニアの楽譜もごちゃごちゃで見えにくいでしょうけど、これで見えるか。この差ですね。見えてるかなここね、右手がファミレオおしまいとなりますが、左手っていうのが左側、右側もともとはドミソドミソの和音のままなんです。こ
こっちは6の和音へ行くというね、義手詞してるんですね。バッハはシンフォニアにするにあたって最後もう一回義手詞、ちょっとごちゃごちゃで前書いたので汚くてごめんなさいですけど、2018年なんて書いてある。5年前のに私はすでに勉強してたんですね。5年の勉強の末、勉強の末ですね、今日に結実してるんですな。今日は2023年、5年間経っております。クラシック音楽科は勉強です。皆様も頑張りましょう。よし、渓流音全部書いたぞ。ちょっと変なペースだったら申し訳ない。でもね、やることをまとめてやっちゃうのもいいかなと思って頑張ってます。もうちょっとだ。早く終わりにしよう。どこまで行ったっけ。黄色がいっぱい出てきたので、おっとっと。デモール。この淀町の5度の話ですよね。ここから F ドゥドミソ17小節あたりはもうツェドゥアというふうに言っていいかな。その先はまた後で順番に考えましょう。17はツェドゥア、そして全終詞か。全終詞ドシラソラシ、こっからテーマっていうことで一瞬左手をこう一瞬分けていいかな。このフレーズを分けるっていう考え方。左、このアルトの声部に微妙にこのミの音すぐどかなきゃいけない音なので、ここにツェドゥアのおしまいが一瞬隠れてることも書き出してみます。シラシレソ、まあ登ってるからもう勝手に歌わせてあげよう。ソラシドレミファミファソファ、ソラシドレミファテマでファラソファミおしまいの全終詞、16小節の抑揚ですね。ソラファソララの四分音符に歌い込んでってあげておしまい。これがツェドゥアの246じゃないかな。でおしまいに2でもれ4おしまい。この先が大変なんだけど、ツェドゥアの246はこのように盛り上がるポイントは書き出すことができたということでよろしいですか。そして一気に終わりが見えたぞ。ここなんですよね。このシフラットが出ることでドミソシですね、シドソシ、このこのなシャーペンが具合が難しいんだな。ドミソシシセブンストラファラドの F という音が見える。よってこれは F ドゥアイの転調ではないかというふうに考えることもできるんですが、先ほどのやっぱり上に戻そう。このね、今回の撮影カメラが新しくこのね撮影でやってるの初めてじゃないかな。手元にカメラがあることで見えないな、上。私のねこの頭がどう動いてもカメラに入らないのがとてもやりやすくて気に入っておりますがね、皆様にとって見やすい画面でだといいなと。他の前回のねベートーベンがねすごい後頭部映っちゃってごめんなさいだったので、転調と思いきやこ
の淀調の5度っていう考え方をした。これと同じなんです。ここの F ドアへ落ち着くというよりか、もう右手がぶつかってやっぱりここもツェドアのままに見えるんです。今この18小節、要するに F ドアになってすぐツェドアになると考えるのではなくて、これはシフラットがどうせ出てきてるのは淀調の5度として考えて、ソラファこのファラドの和音に見える淀の和音へと非常に盛り上がっているこのね行く、すごく大事なサブドミナントというふうに感じてあげるとね。また F ドア最後に転調するのって、もう曲は最後なんです。この通りおしまい、主一線見る最後2段。でもこれはバッハよく使う手です。この終わりでもう一回淀調の5度を挟んで淀をはいこれはですね、何が言いたいかというと、おしまいとならずに淀調のごとか淀これと同じなんです。淀調のごどからあれこれ確か皆さんの楽譜では多分シンフォニアシフラットですよね、これね。やってしまった、ごめんなさい。ほいいつかやるかなと思ってたけど本当にやってしまった。失礼しました。怖いよいしょ。肘ついたらいかんのだ。はいびっくりした。ここがシフラットなんだね。びっくり。はい、この差があるんだな。あとはだからもうずっと淀調の5度のままと言っていいんじゃないかな。はいもうね、最後はセドアのまま、よいしょ、ちょっと斜めになってる、よいしょ、これで映るかな、こっちか。はいセドアのまま考える。246として最後書いていきます、一気に。そうセドの4とおしまいと6と6の音4があって6があって4があって、ここら辺の盛り上がりです。ラ17小節、ラが第6音がある。ラがシとぶつかってソがラとまたぶつかってっていう、ここら辺には非常にぶつかりとともに淀の和音というものを感じ取るといいかな。すごい盛り上がってる。ドレミファが第4音、ミレドシレミファソミレドレドシララが第6音、レドシラと6音に盛り上がってら、ドファミファが4音、ファが4音、レが第2音、ミとぶつかってドがあって、レの2分音符がまた第2音、シダシドレシソで、
ここは義手詞は皆さんこの6に向かって6をクレッシェンド書くといいかな、この最後。ファミレドシラソレファソファミファ、やっぱり折り返しの4の音、シラソファソファミファ、左手のレの第2音レミファで5度1度と、もちろん最後おしまいになる。246を書くとここら辺になります。早かったら止めながら一緒にどうぞ書き込んでみてください。実用和声解析。左手がなドにおしまい4、このもう4って書いてあるから、でもヨドの和音であるとファ、この単音としてのファも感じてラソラソ、このいきなりラのポンと6から降りてロファミレドシ、怖いな、ラファミレドシラの音、やっぱりこれもね第6音なので一つ書いてみよう。録音感じてよミレドシ、これ同音でフレーズが終わってるから、この瞬間はハテナの半周でソラシドレミファソ登っていって4の音があって646、最後にバスでツェドゥアのラソファミおしまい。はい、もういつも通りの見えてるかな。はいね、テーマの歌い方もうこれでいいと思います。おしまいで4おしまいよ、どちょのごとからのよ4はてなよ6を感じてよという、これでできたんじゃないかな。一気に4おしまい、ごめんなさい、残念で4にごりいやー、無理して弾くんじゃなかったかな。大サービスというか、ごめんなさい。ちょっとお聞き苦しいところはあったかもしれませんが、1時間半経ってない。インスタグラムのライブの方も皆様聞いてくださってるのかな、それとも。というわけで YouTube 最後までお聞きいただきありがとうございました。撮影しながらね、下にはお客様がいらしてくださってるのかな。これはインスタライブ1時間で終わりとかないのかな。何をごちゃごちゃ言ってるんだろう。撮影とどっちに集中すればいいか分かんないや。
大事なシンフォニアの一番の和声解析ですね。一気にやってしまいました。いかがでしたでしょうか。本当にヘビーローテーションする、ヘビーローテって言葉もあるらしいですけど、分からにくかったら聞き直したり巻き戻したり、こう聞き流してね、何度も聞いてみたりとか、どうぞ和声解析の動画もたくさん作っております。こちらはね、どうぞ勉強にお役立てください。で、最近はね、ここの概要欄に、ありますけれど、ご自分の曲の和声を勉強したいっていう方がね、直接、和声解析レッスンということでお役に立てるような、そういう、ご案内もしておりますので、どうぞね、お声掛けいただけたら嬉しく思います。はい、246和声解析がすごくもうこの曲の抑揚にとしてね、たくさん書き出せたのではないかと思いますが、抑揚の非常に歌心に富んだバッハのカンタービレの演奏というものを皆様も頑張って目指していってください。言い残すことないから最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画もいろいろ見てくださいませ。また一緒に和声の勉強したいとか、どうぞ心よりお待ちしております。ありがとうございました。では切ります。3、2、1でバイバイ。